はい、おはようございます。今日はですね、倉庫の整理整頓と太陽光発電にチャレンジします。まずは倉庫の現状ですね。ここがいろいろ木材とか使えなくなった家電製品とかを置いてるんですが、木材が散乱していて、入り口がですねすごい狭いんですよ。この辺とか塞がってるんで、ここに入りきらなかった荷物がここに出してあるんですけど、実はですねこれ以外にもですねもっと廃材があります。今日ですね運んでくるんですけど、その前にですね一旦全部出して整理整頓したいと思います。はい、片付け終わりました。今ちょっと考えてるのが、ここの横にある隠し部屋ですね。ここもですね全部出して整理したいなと思ってます。まあまあ雰囲気あるんですけど、ヘビが怖いんだよね。ヘビ大丈夫だよな。箱壊れてるやん。もう全部木とか腐ってるじゃん。これシロアリにやられてるっぽいですよね、これね。全部いや全部シロアリにやられてる。テレビがある。古っ。これ古いよ、絶対古い。昭和超えて大正とかいかん。椅子、ネット、下どうなってるのこれ。うわすごっ。コンクリートとか使わずに石と木だけでやってるんですよこれ。こたつや。いらない何も捨ててしまおう。どうすれば時が戻る。ビーズ中学生の時にめっちゃハマって、友達がビーズの MD 持ってたんですよ。その聴いてたやつがプレジャーっていうアルバムで、確か日本で2番目か3番目ぐらいに売り上げがあるアルバムで、めちゃくちゃ面白いんですよ。 MD プレイヤーごと仮パクしてましたねなんか錆びた機械がある。何これ。めっちゃ錆びてんこれ。重っ。よいしょ。こっちにスイッチがあるな。なんだこいつは。やばい、文字が消えてる。マキタって書いてる。マキタって書いてるよ。マキタ電気製作所。マキタだ。製造年月って書いてる。いつかこれ。打刻みたいなの入ってるな。5って書いてる、左側が。1950年か昭和50年どっちかだ。昭和50年だったら50年ぐらい前だな。硬いな。動いてる。こっち動かすとメモリが動いてる。てか動かしてみるか一回。大丈夫だよな。なんか爆発大丈夫だろ。よっしゃ、延長コード持っていくぜ。倉庫まで届くかな。
無理か。いけるなギリギリじゃん。おっしゃ、大丈夫？これ対応してるよな。今も昔もコンセントは一緒だよな。距離力が怖いな。待ってよ待ってよ、これ今オフになってるよな。これがオフね。オフ。押しますよ。いきます。せーの。おおおおおお。何かが回ったな。あ、こっちが回ってる。もう一回入れてみます。待っとけ待っとけ待っとけ。書いてる書いてる書いてる。あ、カンナって書いてる。電動カンナって書いてますね。あ、これカンナだ。要はあれっしょ、木削るやつってことか。ちょっとなんか試したい。なんか木材ないか。多分ここに差し込んでから削る感じだろ。やってみるぜ。おお、動いた。すごっ。削れたのか。削れたかわからんかったな。ちょっとマジックで印つけてみます。もしこっちが削れてるんだったらこれが消える。これでどうなるかな。おお、すげえやばいやばいやばいやば。感動なんだけど、すごっ。めっちゃいいの見つけた。これ絶対めっちゃ高いだろ。これ10万絶対超えるよな。マジお宝出てきたんだけど。作業2日目ですね。ちょっと調べたんですけど、今販売されてる電動カンナの価格が60万から100万ぐらいでした。相当高いですよ。当時の値段とかどういった使い方をするのかとか分かる方いたらコメント欄で教えてください。お願いします。はい、そしてこちらのテレビなんですけど、ちょっと後ろを見ると三菱電機株式会社って書いてますね。全体的に全部でかいんですよ。部品の一個一個がガラスみたいのがあると思うんですけど、これが多分真空管じゃないかなと思いますね。詳細分かる方いましたらコメント欄で教えてください。お願いします。隠し部屋から出てきた箱ですね。この箱ですね、前もいろいろ触ってて写真とか出てきたんですよ。また今漁ってたらですね、すごいのが出てきました。こちら地権ですね。地権、この地権っていうのはですね、明治政府が土地の所有者に交付した証券だそうです。土地の所有者とか地目とかを書いたもので、これでですね、土地の自由売買を認めて土地の所有者と納税者を確定させたそうです。明治時代より前の江戸時代はですね、土地の売買が禁止されてたみたいで、明治時代に入って地権が発行されて仕組みが変わっていったみたいですね。これすごいのがこの左側なんですけど、明治13年って書いてますね。1880年、今から140年前に発行された地権ですね。すごいですよ。これめちゃくちゃ貴重だと思いますよ。一軒家の登記を確認すると昭和2年になっていたので、だいたい100年前に建てられた家かなと思ってたんですけど、この一軒家の大家さんのお母さんが言うには200年ぐらい経ってるって言ってたんですね。少なくとも140年前、明治時代にはここが使われてた。こ
ことになりますね。ちなみにこの知見なんですけど、他にもですね20枚ぐらいあります。ものすごい数の知見があるんですよ。で大家さんによると、昔はお金持ちだったそうです。たくさん土地を持ってる大地主の方で、今ここに家があるんですけど、それよりもう一個奥にも家があって、でその家はですねお手伝いさんが住んでる家だったそうです。もしかしたら埋蔵金あるかもしれないですね。よっしゃ。倉庫の荷物すべて出しました。すごい量ですねこれ。こっちは大家さんのお友達の方からもらった木材です。20年ぐらい倉庫に置いてたものらしくて、シロアリが食ってたりするんですけど、多分何枚か使えるものがあるだろうということでいただきました。あとこちらもですね単管パイプ、それ以外は倉庫にあったものですね。そして空っぽになった倉庫はこんな感じですね。だいぶ広くなりましたよ、この隠し部屋も。ということで片付けスタート。はい、
片付け完了しました。説明していくと、単管パイプを置く場所、ブロックに単管パイプを挿して棚を作ってます。奥側が短いパイプ、これの土台はですねパレットだと腐るっていうコメントもあったんですけど、これ以外置くのなかったんで、腐ったら腐ったでまた薪として使ってやっていこうかなと思います。こちらがフローリング、合板っていうんですかね。こういうのって雨に濡れると剥げるんですよ。使いどころが難しくて、今後何かに使えるかもしれないのでビニールシートかぶせて保管しておきます。そしてこちらが台所コーナーですね。薪入れを作ってます。ちょっとこの辺出てるんですけど入らなかったですね。まあまあパンパンで結構な量がありますね。そしてこちらがですね、ものすごい量の木材ですね。ほぼ隠し部屋にあったやつで、建物とかにも多分使えないと思うので、土のう袋に薪を入れて、これも別で保管する感じですね。そして倉庫ですね。これはめっちゃすっきりしました。今回一番テンションが上がった電動カンナですね。実際に使っていくのかは不透明なんですけど、一応なんかかっこいいんで置いてますそしてここが隠し部屋ですね。工夫してるのが、下に石置いてます。石で、なんで石置いてるのかっていうと、これ一軒家の柱なんですけど、下に石があるんですよ。これ多分湿気対策だと思うんですけど、石を置いてるところはですね、シロアリに食われてなかったんですよ。このやり方いいなと思って、いにしえのやり方をちょっと引き継ぎました。多分これでシロアリに食われないと思います。なんとか片付け終わったな。それにしてもこの倉庫暗すぎる。ここにライトとかつけたいな。100円の太陽光パネルで電球光らすことできるかな。